工業マネージャー職の謎。藤の森チャンネルに出てくる藤の森のマネージャーであるとびちゃん動画がバズっています。人気の理由に芸能マネージャーとはどういうものかという世間の興味があるようです。そこで今回は吉本興業のマネージャーについてまとめてみました。この動画を見れば吉本興業で働くマネージャーというものについて一通り理解できます。吉本興業とはお笑い界では一番大きいですね。日本津々浦々吉本の名前は知り渡っています。会社概要欄によると従業員数868名、所属タレント数6000名を抱えています。吉本のタレント1人は約7人の吉本従業員に支えられているということになります。この吉本従業員にはマネージャーだけでなく経理、勤務、クリエイターさん、営業の人といろいろな職種の人がいます。次に給与を見てみましょう。給与は月額21万9670円です。そこに時間外手当として5万4150円が足され合計27万3820円となります。ボーナスは含まれません。それに加えて家賃の半分を会社が持ってくれるという制度もあります。上限4万円まで。これは助かりますね。ルミネ座等吉本の劇場やテレビ局が都心にあるため、タレントもマネージャーも都心近くに住むことを考慮したものと思われます。ボーナス含めないで計算すると、給与とみなし残業手当と家賃補助合わせて計算すると年収370万円になります。新卒のうちから年収370万円プラスボーナスがもらえます。悪くはないですね。実際エンタメ関連の業種の中ではトップクラスの待遇になります。時間外手当ですが、マネージャーや営業職は一律32時間分の月額5万4000円が支給されます。みなし残業時間32時間分とすると毎日平均 1.6 時間の残業をする計算になる。または休日出勤があると32時間はすぐ終わってしまう。その分平日を休みにするとかうまく調整できればいいですが、平日にも仕事があって難しいことが多いでしょう。もちろん32時間以上働いているときちんと申請すればきちんと払われるという制度になっています。しかし実際のところ外勤の場合それを証明するのがなかなか難しいところがあるのも事実です。マネージャー職の場合、普通の9時5時勤務と時間通りの勤務時間にはいかないでしょう。例えば2021年1月に吉本を離れた貧困西野亮広さんは夜中にマネージャーへメールを出していたそうです。西野さんは翌日都合の良い時間に返してもらえばと考えてたようだが、マネージャー側は夜中でも対応しなけりゃいけなと思って夜中も対応していて長時間勤務となっていた。この辺はマネージャータレント側の仕事のやり方次第です。オリラジ藤の森さんの話に出てきた過去のマネージャーは担当タレントの電話に一切出ないというマネージャーさんもいたようです。また摩天楼のアントニーによれば担当タレントの仕事現場に一切来ないマネージャーもいる。タレントとの関係、マネージャーの仕事のやり方様々なようです。休暇、休日についてです。内勤は完全週休2日です。マネージャー職、プロデューサー、制作、営業部門の外勤者の場合の仕事により様々だろう。次に吉本興業の職種について見てみましょう。いろいろな職種があります。とびちゃんがいたマネージャー部門の他に映像制作やライブ制作、プロモーション部、吉本新喜劇などの劇場の方のスタッフ、スポーツ部部門もあります。制作やクリエイティブなことをしたい方にも吉本興業という選択肢があったのですね。また一般の会社と同じように
人事経理部門というのもあります。次に勤務予定地について見てみましょう。吉本は国内に13拠点ある。東京、大阪の他に四国、沖縄まである。海外拠点もあり、アメリカ、中国、台湾、タイなどに拠点もあります。国際的に活躍したい人にも案外吉本という会社はいいかもしれませんね。次に昇進、昇給についてです。入社3年までは1年ごとに1660円の昇給がある。しかしその後の昇進は口コミサイトによると上司に気に入られるかどうかで昇進が決まるという声もある。昇進、昇給の基準がはっきりしないという声もある。これは日本企業全体に言える話でもある。半期ごとに目標設定とそれに基づく評価があるが、結局はキーマンに気に入られるかどうかで全てが決まる。自分の評価者が会社のキーマンで出ない場合は結局その評価が上層部に認められないこともある。日本企業あるあるですね。また今の経営陣は全員関西出身なので関東出身者が不利になっているという声もある。新卒採用予定数は毎年20名前後を採用予定です。そのうち1人に選ばれたとびちゃんは優秀なんすね。過去3年の正社員の新卒離職者数は0名となっている。2021年3月に吉本を辞めたとびちゃんはここ最近で入社3年内で吉本離職となった珍しいケースになるのですね。ただしこれは入社後3年間だけ見た数字。その後は不明です。口コミサイトによると入社3年以降の離職率は高いようです。特に契約社員の場合3年後はほぼ入れ替わってしまうと書いてありました。東京本社は古い小学校の建物をそのまま使っています。冬は窓ガラスから隙間風が吹き込む。暖房効率が良くなさそうです。コピー機、IT 機器、ガードマン等はそれなりに整っているそうです。芸人の IO2B 収録、ネタ練習にも使われる会議室。会議室は足りないくらいいつも満杯状態だそうです。次に福利厚生で食堂を見てみましょう。東京本社は新宿にある。飲食店は多々あるが高そうですね。社内の食堂はランチが500円で食べれる。野菜も取れて栄養バランスも良さそうです。これはいいですね。かまいたちが紹介していました。マネージャーは毎日定時に会社に出勤してるわけではないからどれくらいここを利用しているかは不明です。社内にコンビニもあります。こちらでお昼やおやつを買ったりすることもできますね。女性の働き、子育てと勤務について。ここが問題で、口コミサイトによると実質ここが整ってなくて離職となる人が多いとのこと。妊娠出産になるまでは憧れの業界でそれなりに楽しく働けますが、妊娠出産以降は実質両立に悩み退社になってしまうケースが多いようです。2021年の今は制度も整って少し良くなっているのかもしれません。社員特典として社員はルミネ座吉本やお笑いイベントには無料で閲覧可能とのことです。これはお笑い好きにはたまらないですね。社内結婚について藤の森チャンネルの中で吉本は社内結婚が多いという話が出ていた。吉本マネージャー同士が結婚するというパターンも多いそう。社内でなくても他の芸能事務所のマネージャーと結婚するというパターンもあるとのこと。業界内での結婚が多いんですね。外勤社員、マネージャーにはタブレットとスマホが支給されます。
どこでも仕事ができて便利という面もあれば、24時間仕事と離れられないというタイプの人もいるかもしれない。一方、電話を一切取らないマネージャーがいたり、人それぞれだろう。ここからこの時間は勤務時間ですと言い切って何があろうとメールも返さないが成果を上げる人もいるかもしれない。吉本は1年ごとに担当マネージャーが変わるというシステムになっている。他の芸能プロダクションではそれほど頻繁にマネージャーを変えないらしいので、これは吉本に特有の制度らしい。担当マネージャーが変わるときは電話番号しか前マネージャーから新マネージャーに引き継ぎされないとのこと。将来に向けて担当タレントをどう育てていくか、マネージャーがそういうことを考えられるのは難しいですね。芸人側にとっても、例えば西野昭弘の例で見ると、数年がかりの映画というプロジェクトが動いているのに担当マネージャーがコロコロ変わっていては仕事を任せられない。マネージャー側にもそのプロジェクトに何の思い入れもないし、仕事の内容もわからない。またプロジェクトに関わっている他のスタッフと思い入れ感が違って溝ができてしまう。ということで、担当タレント側にとってマネージャーが短期で入れ替わるというのはデメリットの方が多い。一方、マネージャーを毎年変えるのは経営者側にとってのメリットが大きい。現経営陣は勝手ダウンタウンのマネージャーを務めた人です。ダウンタウンの出世とともに出世してきた人です。担当タレントが売れるに従って自分たちマネージャーも社内で勢力を増してきた。しかし今後は第二の自分たちのような勢力を作らないという経営陣の思惑がある。また担当マネージャーとタレントが共同で所属事務所から独立するというケースが芸能界ではある。これを吉本経営陣は防ぎたい。だからタレントとマネージャーが長く深い関係を築くのを嫌う傾向がある。よって担当マネージャーが固定化しないように1年弱で交代するようにしている。このようにタレント側ではなく会社側、あるいは経営人側のメリットにより吉本ではマネージャーが1年ごとに変わるという制度をとっている。現経営陣は全員席にして東京芸人に比べると関西芸人は関東勢より優遇されているように見える。すぐ冠番組を持つ。関西の方が漫才大会が多いから席に姿勢が賞を取る確率が高くなる。ホールでの出演料は賞を取った人により多く配分されるシステムになっている。よってホールの出演料席に姿勢がより高い出演料をもらうことになる。テレビに関して言えば関西ローカル局の番組には関西出身者が有利。関東ローカルは逆に関西出身でも入れる。関西出身者は関西と関東の両方のテレビ局の番組に出れるが、関東出身は関東ローカル番組にしか出れない。経営陣が全員席に姿勢ということはキーマンも全員席に姿勢となっている可能性もある。吉本では昇進・昇給の際にキーマンに認められないと昇進に結びつかないという声もある。新入社員のうちはまだ気がつかないかもしれないが、勤務年数が進み昇進・昇給ということが見えてくると関西・関東の差というのがマネージャーの昇進にも関係が出てくるかもしれません。吉本興業の社風はかなり年功序列色が強い。吉本芸人も NSC への入学年度で1年でも違えば全てが違うらしい。飲食代とかも先輩が後輩におごって当然という世界らしい。吉本興業で働く社員にも年功序列はある。とびちゃんは空手部だったそうで、体育会系の気質に慣れている人なら戸惑いが少ないかもしれませんね。女性の活躍について、吉本の経営陣は女性が少ない。
役員に名前を連ねている女性一人いるが、どういう人かはっきりしない。吉本の親族か、株主に連ねる会社から送り込まれた人か、会計しかよくわからない。平社員レベルでは多くの女性が活躍し、それなりに満足感を覚えることもあるだろう。しかし5年10年後を見据えて働こうとすると、頭打ちになっているのに気づく。役職者になっている女性はいるのか。子供を産んで働いているマネージャー職の女性はいるのか。いない。この辺は今後も動きを見たいところです。いかがだったでしょうか。お笑い好きにはたまらない芸能マネージャーという仕事。芸能人に離れないけど、もしかしたらマネージャーならと思